1560年、終わりをほぼまとめた織田信長に国を失いかねない危機が迫ります。東から進んできたのは今川義元の大軍。信長はなぜ圧倒的に不利な戦いへ向かったのでしょうか。今川義元は駿河と遠江を治め、三河にも大きな力を持つ戦国大名でした。後世には戦いを知らない公家風の大名として描かれることがあります。しかし実際は政治と軍事の両方で今川家の勢力を広げた東海地方の実力者です。この戦いはある日突然始まったわけではありません。尾張と三河の境では鳴海城や大高城などを今川方が抑え、信長はその周りにいくつもの砦を置いていました。城と砦が睨み合う国境ですでに争いは続いていたのです。1560年5月、義元は駿河、遠江、三河の兵を率いて尾張へ進みます。今川軍は2万を超えたとも言われますが、正確な人数は分かりません。それでも数千とされる織田軍よりはるかに大きな軍勢でした。今川方の先陣には19歳の松平元康がいました。後の徳川家康です。元康は大高城へ食料を運び、さらに丸根砦を攻めました。この時の家康は信長の味方ではなく、今川方で戦う若い武将だったのです。5月19日の早朝、砦が攻められたという知らせが清洲城の信長へ届きます。新朝後期には信長が敦盛という舞を待ったとあります。人の世は短いと歌う舞です。信長は少ない友を連れ清洲を飛び出しました。信長は熱田へ向かい、そこから前線へ進みます。最初から大軍が揃っていたわけではありません。進む途中で家来たちが合流し、織田軍は次第に形を整えていきました。今川軍は大軍でした。しかし、そのすべてが義元の周りにいたわけではありません。城を守る部隊、砦を攻める部隊、街道を進む部隊、広い範囲へ分かれたため、義元の本隊は大軍全体より小さくなっていました。信長は前線の砦から戦況を見て、義元の本隊へ近づきます。今川軍を正面から全て倒すのではなく、大将のいる中心へ戦力を集中させようとしたのです。ただし、信長軍が進んだ正確な道や、義元の本陣の位置には、今も複数の説があります。戦いの途中、激しい雨と風が吹いたと伝わります。雨がどこまで勝敗を左右したかは断定できません。それでも、視界等々が乱れる中で、信長軍は義元の本隊へ一気に襲いかかりました。突然の攻撃に、今川方も抵抗します。義元自身も刀を抜いて戦ったと、新朝後期は伝えます。しかし、織田方の兵に囲まれ、ついに撃たれました。信長本人が義元を斬ったのではありません。総大将を失った今川軍は、終わりから退いていきます。桶狭間は、ただの幸運だけで決まった戦いではありません。大軍が広く分かれた瞬間を捉え、信長が迷わず本隊へ迫った。その決断と速さが、兵力の差を覆す大きな力になりました。ただし、信長が最初から全てを読み切っていたとも断定できません。そして、この戦いはもう一人の未来も変えます。松平元康は、岡崎城へ戻り、やがて今川家から自立します。後に家康と名を変え、信長と手を結ぶ武将です。桶狭間は、信長と家康、二人の時代が動き始めた戦いでもありました。尾張を守り、全国に名を知られた信長。次に目を向けたのは、北にある美濃でした。しかし、美濃には、簡単には崩れない、斎藤家が待ち受けます。自称、信長の美濃攻略へ続きます。